こんにちは、フリーマンです。サイレントギターで毎日練習をしていたら、本番で音が出なくなったような気がしたり、先生にサイレントギターばかり使わない方がいいよとアドバイスをいただいたり、下手になるという口コミを見てから使うのが少し怖くなってしまったり、この動画を見られたあなたは、おそらくこういう不安を抱えている可能性が高いかと思います。結論から言います。サイレントギターで練習をすると下手になる。これは半分本当で半分嘘だと私個人的に感じております。私はこの SLG120NW を長年使い、クラシックギターのオリジナル独奏曲を30曲制作し、メソッド化までしました。その過程で下手になる使い方と上達する使い方の両方を身をもって経験することができました。この動画ではその経験をもとに問題を徹底検証していきます。動画を見終わる頃には、サイレントギターとの正しい使い方が明確になるはずです。サイレントギターで練習をするとクラシックは下手になる。この意見は確かに存在します。私は長年サイレントギターを使い、完全クラシック独奏曲を30曲制作し、実演解説まで行ってきました。結論は明確です。下手になる人はいます。しかし、それは楽器のせいではありません。原因は使い方にあると思います。では、なぜ下手になると言われるのか。原因は3つあると私個人的に感じております。1つ目、音量に甘える。サイレントギターは生音が小さいです。そのため、右手の弦を弾く力が弱くても弾いている気になるケースがあります。クラシックは鳴らす技術の楽器。そのため、音量が小さい環境では、鳴らす訓練が抜け落ちる危険性が潜んでおります。二つ目、響きを聞かなくなる。生ギターは箱鳴りがあります。サイレントギターは構造上、空気信号の情報量が少ないです。そのため、和音のバランス、倍音の広がり、減衰の美しさ、これらを聞く意識が薄れると、音楽が平面的になってしまいます。三つ目です。右手の深さを作らないことにあります。クラシックは弦に対してどれだけ右手が深く入るか、右手のタッチが音色を決めます。サイレントギターは音量が出ないため、浅いタッチでも成立してしまいます。これが最大の落とし穴です。では、本当に上達ができないのか。結論は逆です。正しく使えばむしろ強くなると感じます。理由は3つ。1つ目、弱音コントロールが強制的に鍛えられる。小さい音しか出ないサイレントギターの環境では、音の粒、指の角度、タッチの均一性、これらが露骨に出ます。ごまかしが効かないんですね。2つ目、左手の脱力が洗練されます。サイレントギターは箱鳴りで音が膨らまないです。だからこそ、左手の無駄な力が音の硬さとして出てきます。この繊細さを作る訓練になります。3つ目、録音前提の練習に向いています。サイレントギターはライン録音が容易です。裏を見てみましょう。これがライン出力です。アンプやスピーカーを通さなくても、このケーブルでギターとパソコンやオーディオインターフェースを直接つなぐことにより録音する方法が取れます。周囲に音が漏れず、深夜でもクリアな音質で手軽に録音が可能になります。録音をして自身の演奏を聞く練習を前提にすれば、成長速度は必然的に速くなるでしょう。
できる限り空間を通した音の方が私個人的にはおすすめではあります。ですが、この選択肢はサイレントギターで大きなアドバンテージとなるでしょう。同一のフレーズを3パターンで弾いていきたいと思います。違いはいかがでしたか？楽器ではなく意識の差を感じなかったでしょうか？それでは対策を見ていきましょう。サイレントギターで上達する正しい使い方。一つ目、毎回最大音量を確認しましょう。最大音量といっても、ボリュームを最大にして大きな音で弾くという意味ではありませんよ。練習の最初に必ずフォルテ、強く大きい音で鳴らす。出せる最大値を体に覚えさせていきましょう。二つ目、サイレントギターの利点を生かして録音して確認していきましょう。主観は当てにはなりません。三つ目、週1回程度は生ギターで確認をしていきましょう。この方法は可能ならでの話ですが、定期的に生楽器でチェックをすることにより、タッチの深さを再調整できます。生ギターも弾きたいという気持ち、それはここでしっかりと整理ができます。4つ目です。音量ではなく音質を聞いていきましょう。大きいか小さいかではなくて、右手で作る音の粒立ち、芯、余韻、そこに集中していきます。このポイントは生ギターでも同じで、クラシックギター最大の楽しみの一つになります。この楽しみはサイレントギターでもしっかりと味わうことができます。結論ですが、サイレントギターは武器にも毒にもなります。使い方を間違えれば劣化します。しかし、意識して使えば弱音のコントロール、精度、録音感覚が飛躍的に向上します。私はサイレントギターでクラシック独奏曲を構築しました。だから、しっかりと伝えられます。下手になるかどうかは、あなた次第です。
私はサイレントギターでクラシックギター独奏曲を30曲作りました。初心者の方から中級者卒業まで楽曲を通して構造的に最短距離で楽しむためのメソッドです。再生リストを概要欄に貼っておりますので、ご興味ある方は参考にしてみてください。ギターを楽しんでいきましょう。ではまた。ギターが好きな方、そしてまた聴いてみたいなと感じていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。またコメントいただけますととても励みになります。